札幌市北区屯田からこんにちは。今この屯田エリア、新店出店激戦区として急激に注目を集めています。魅力的なお店が次々と進出し、目が離せないエリアになってきました。ここ屯田はその名の通り、かつて開拓の火を灯した屯田兵ゆかりの歴史ある土地。そんな力強いエネルギーに満ちたこの場所に、また一つ注目の新スポットが誕生しました。今日ご紹介するのはこちら、2026年4月15日にオープンしたばかりのこだわりとんかつかつ膳屯田店です。実はここ、あの超人気回転寿司名古屋家庭を運営する三つ星レストランシステムが手掛けるとんかつ専門店なんです。三つ星レストランシステムといえば、産直と旬にこだわる超美食回転寿司名古屋家庭、異国情緒にあふれる焼肉レストラン牧膳、そして専門店のこだわりを極めたこのかつ膳。これまでかつ膳は釧路の新川店のみですが、今回満を持して札幌に初上陸となりました。新川って地名、札幌にもあるのでちょっと混乱してしまいますよね。それにしてもこの立地が面白いんです。お隣には同じグループの名古屋家庭、さらに向かいには札幌名物サンドイッチ店サンドリア、そして北海道民のインフラセイコーマート。まさに北海道の美味しいが集結した最強のグルメエリア。今回はそんな注目度抜群の新店かつ膳とん田店の魅力をたっぷりとお伝えします。さて、お店の入り口までやってきたのですが、セイコーマートからお祝いのお花が届いています。セコマといえば看板メニューホットシェフのカツ丼は正直最強すぎるライバルのはずなんですが、それでもこうして新店の門出を祝うこの姿、これちょっと胸が温かくなりませんか？同じ北海道の食を支える企業同士、競いながらもリスペクトし合う関係性が見えて、食べる前からなんだかいいお店だなと感じてしまいます。そんな地元企業にも愛されるかつ膳。さて、改めてこのかつ膳というお店についてご紹介します。釧路で30年、地元の方にずっと愛されてきたとんかつの専門店なんです。その実績を引っ提げて、今回ついに札幌屯田にやってきました。運営しているのはあの人気回転寿司名古屋家庭と同じ三つ星レストランシステム。そう聞いてから店内を見渡すと、ああなるほどなーってちょっと納得しちゃいます。隅々までしっかり手入れされた清潔感、そして思わず目を引く空間の美しさ。ただご飯を食べる場所というよりも、ちゃんと体験して楽しめるお店という印象です。そしてそれを支えているのがスタッフの皆さん。オープンしたばかりとは思えないくらいしっかりしています。もちろんまだ少し慣れていない様子も見えますが、それ以上に伝わってくるのが、このお店を成功させたいという気持ち。この一生懸命さ、すごくいいですよね。見ていてなんだか応援したくなります。名古屋家庭らしさというか、お客さんを大事にする空気感はここでもしっかり感じられます。この落ち着いた空間でこれからどんなとんかつが出てくるのか、これはちょっと楽しみですね。さあ、何をいただくか決めていきましょう。メニューを開くと専門店らしい魅力的なラインナップがずらっと並んでいます。大好きなカツ丼もあって、正直かなり迷ったんですが、せっかくなのでこのお店の看板メニュー、熟成ジャンボロースカツ定食を選びました。さらにここであの気持ちよい接客をしてくれた店員さんから、今が旬の新玉ねぎフライをおすすめしていただきました。あんな感じで勧められたら頼まないわけにはいかないですよね。王道のロースカツに旬の玉ねぎ、これはもう間違いない組み合わせです。あとは上がるのを待つだけ。この時間いいですよね。期待がどんどん高まって、もうお腹が鳴りそうです。さて、注文を終えるとまず運ばれてきたのはこちら、すり鉢です。ごまをすりながら
香ばしい香りに包まれて待つこの時間、これいいですよね。ただの待ち時間じゃなくて、食事が始まる前のワクワクした時間に変わります。ここで卓上のラインナップもチェックしていきましょう。ドレッシングはマヨネーズ、ごま、青じその3種類。気分に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。さらにご飯とキャベツはおかわり無料。これはありがたいですよね。しっかり食べたい方にはかなり嬉しいサービスです。そして味の決め手となるソースは2種類。コクのある甘口とキリッとした美芯、さらに七味に天然岩塩、からしも用意されています。これだけ揃っているとジャンボサイズでも最後までしっかり楽しめそうです。さあ、準備は整いました。あとは主役の登場を待つだけです。さあ、ついに主役登場です。見てください、この迫力。これはなかなかのインパクトです。味噌汁に美味しいお漬物もついています。まず驚くのはこの柔らかさ。箸で切ることが可能なくらい柔らかいです。それではまず塩で。肉の旨味しっかりきますね。続いて甘口ソースで、コクのある甘みが加わって一気に満足感が上がります。ここで少し特徴を。勝善さんの衣は粗すぎず細かすぎず、最近多いザクザク系とは少し違って、あくまでも主役はお肉。肉の食感と甘みをしっかり楽しめる仕上がりです。そして中盤、美芯ソースを試してみると、おっと、これはサラサラタイプ。油断するとドバッとかかるので注意が必要です。でもこのソースかなりあっさりしていて、後半にちょうどいいんですよね。そしてこちら、店員さんおすすめの新玉ねぎフライ。甘い。これはいいですね。素材の甘みがしっかりしているので、ソースは軽めがちょうどいいです。玉ねぎを揚げたら美味しいに決まってる。もうそれだけで正解です。さて、ご飯とキャベツはおかわり無料なんですが、今回はちょっと頼みすぎちゃいました。250g のロースに玉ねぎフライ。正直かなりのボリュームです。お肉も適度に脂があって満足度はかなり高め。しっかり食べたい方には最高ですが、おかわりも楽しみたいという方は通常サイズで選ぶのもありだと思います。ごちそうさまでした。お腹も心も満たされて本当に幸せな時間でした。釧路で30年愛されてきた理由、しっかり伝わってきました。お肉の美味しさはもちろん、店内の美しさ、そしてスタッフの皆さんの一生懸命さ、それぞれの良さが重なって、この勝善というお店が作られているんだなぁと感じました。今回はジャンボロースの迫力に圧倒されましたが、次はあのカツ丼絶対に食べに行きます。トンデンエリアに誕生した新たな注目店、気になった方はぜひお腹を空かせて行ってみてください。この動画が面白かった、とんかつを食べたくなったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。